こんにちは、キキです。今日は十五夜に飾るススキを生けていきたいと思います。十五夜の日程はその年によって違うんですけれども、2023年には9月の29日ですね。秋の月って本当に綺麗ですよね。なぜススキを飾るのかというと、このススキの穂が、豊作の象徴なんですよね。お団子を食べて月をめでるというのはすごく楽しいイベントの一つですよね。それでは今日はこのススキを素敵に生けるポイント3つをお話ししていきたいと思います。動画の最後では剣山を使わない花瓶に生ける飾り方を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。すごい簡単に剣山を使った生け方を最初に、お伝えします。はい。で、器なんですけれども、これですね。はい。これ100均で買ったお椀になります。ちょっと小ぶりなんですけど、コンパクトに、食卓の上なんかに飾れるぐらいの大きさで飾っていきたいと思います。で、剣山ですね。このぐらいの剣山が一つあるとすごく便利なので、ぜひご用意ください。はい。これをですね、この中に入れて、はい、ちょっと深めに水を入れてくださいね。それでこの中に入れていきます。で、花材紹介です。まずススキですね。お花屋さんに行くと、季節になると売ってるかと思います。で、お庭とか、線路の際とかにねよく生えているので、そういうところで取ってきてもいいですね。取り合わせのお花は好きなお花でいいんですけど、菊とかもね素敵ですけれども、私はこの姫ひまわりを用意しました。かわいいです。はい。そしてあともう一つ取り合わせの花として、このクジャクソウを今日は用意しました。秋らしくてすごく素敵なんですよね。はい。で、この花材で生けていきます。ポイント1なんですけど、器とのバランスを取るということですね。通常だと花器の長径というのはこの直径なんですけど、この直径とこの高さの2倍以内と言われています。だいたいこのちょっと寸法を取りますけど、この先から、高さを取ると大体これで1ですね。はい。で、この長さ同じぐらいの長さを伸ばすと、この辺ですかね。ただこれだとちょっと短く感じるんですよね。というのはこの今日の花材がこのススキでちょっと細長いんですよね。なので通常の長さよりかはもうちょっと長めに取りたいです。今日は。はい、この辺で、カットします。とはいえちょっとあまり大きくいけすぎると食卓の上に乗りづらいっていうのもあるので、これでいけていきます。これがその器のポイント1が器と花材のバランスを取るということですね。はい。で、ポイント2なんですけど、ススキの葉を生かすということですね。お花屋さんで売ってるのもしかすると、葉がないかもしれないんですけど、葉がある方はぜひこのススキの葉を生かしてもらいたいと思います。はい。こんな感じで、はい、ススキの葉をススキって必ず道端に生えている時は葉っぱも生えてると思うんですよね。なのでその自然な雰囲気を生かしてもらう、ちょっとこの枯れっぽいのも自然な雰囲気があってすごくいいかと思いますね。あたかもこのススキから生えているかのように入れるっていうのがポイントになります。たくさん入れなくてもいいですよ。はい、自然な雰囲気で生けていきます。ポイント3、取り合わせの花はススキの3分の1の長さに。生け花って2点構成か3点構成なんですね。で、今日は2点構成でいきたくて、まず1つ目がこの主枝となる、ススキで、2点目の客枝、生け花で客枝って言ったり、添えって言ったりするんですけど今日はこの姫ひまわりで生けていきたいと思います。で、これがだいたいこのススキの3分の1ぐらいの長さにします。はい、これも水の中でシャキッて、はい、水揚げをしっかりして
はい、このススキの足元に入れます。で、45度倒してくださいね。で、ススキが2本あれば2本ぐらい使いたいですね。はい、風を感じる雰囲気でいけるとすごく粋ですね。はい、でこれがメインのススキなので、このメインのススキよりかはちょっと短めに、だいたい2本あったらこのススキの3分の2ぐらいの長さにしたいですね。ちょっと長い。はい、でなんかこの方がすごく立派なので、こういうのはちょっと剥いたりとかしても、こっちのメインのススキよりかは控えめな感じにするといいですよ。こっちのススキは今こっち向いてると思うんですけど、こういう風になんかそっぽ向かないようにしてくださいね。同じような方向を向かすといいですよ。はい、で少し溜めてもいいです。溜めるっていうのは曲げるってことなんですけど、はい、ちょっと重ね気味なぐらいに入れてください。はい、こんな感じですかね。生け花はね、そんなに花材の本数なくてもすごく素敵に生けられます。本数少なくていいんですよね。で、クジャクソウもこんなすごいわーってあるんですけど、これもですねばらしてこういう風にちっちゃくして全然大丈夫なんですね。自然のススキがこう自然に生えているというような雰囲気を出していきたいと思います。はい、というわけでできました。なんかね、この風を感じる雰囲気伝わりますかね。はい、ということでおさらいです。ポイント1、ススキは花器の長径プラス高さの2倍強。ポイント2、ススキの葉を生かすということです。ポイント3は、取り合わせの花はススキの3分の1の長さにするということでした。ではこの後、剣山を使わない花瓶に生ける飾り方もご紹介します。はい、では花瓶に生けていきます。花瓶もですね、だいたいこの花瓶の長さの2倍ぐらいにこのススキの長さを取っていただいて、こんな感じですね。としてはい、切っていきます。で、姫ひまわりはやっぱりだいたいススキの3分の1ぐらいの長さにしてください。水の中に葉っぱが入らないように気をつけてください。はい、こんな感じです。花瓶の方が、花瓶に生ける方法の方が今やり難しいです。で、クジャクソウはこのススキより短くして、この姫ひまわりよりかは少し長くしたい感じですかね。で、水の中に入る部分に葉が入ると水が腐っちゃいますので、できるだけこう少なくして、こんな感じでススキを溜める。で、ススキの葉っぱも入れていきます。はい、というわけで生けてみました。この花瓶の口元のところにね、お花を集めて、口の元が見えないようにするとまとまりよく生けられます。正面から見るとこんな感じです。横から見た感じです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは生け花の手法を使って季節のお花の飾り方をお伝えしています。応援する気持ちでいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは花とともに心豊かなひとときをまたお会いしましょう。